こんにちは、アリアです。前回は、ドラコ星に生まれた文明が、力と秩序を極め、感情を制御することで、進化を遂げた姿をお話ししました。そして、彼らが意識の一部を物質次元に投影し、レプティリアンという存在を生み出したところまでをたどりました。今回は、そのレプティリアンたちが、どのように地球に関わり、人類の進化と支配に、どんな影響を与えてきたのかをお話しします。そして最後には、私自身が感じた、この真実の意味についても、少しお話しします。レプティリアンは、ドラコニアンの意識を受け継ぎながらも、より物質に近い世界で行動する存在でした。彼らの役割は、闇のエネルギーを物質的な次元で体験し、そこから光の意味を見出すこと。しかし、その過程で、彼らは自らの学びを見失い、やがて地球の文明に深く関与するようになります。古代の地球では、レプティリアンはしばしば神や蛇の民として現れました。エジプト、メソポタミア、マヤ、そしてアジアの文明にも、爬虫類の姿を持つ神々や王が数多く登場します。それは単なる神話ではなく、実際に彼らが地球の一部の支配層と交流を持っていた名残でした。彼らは人間の遺伝子構造を理解し、精神と肉体を調整する技術を持っていました。人間の潜在能力を引き出すことも抑えることもできたのです。最初の接触は互いの利益のためでした。地球のリーダーたちは彼らの技術を求めました。代わりに、レプティリアンは地球における影響力を得た。この契約こそが、後の地球文明に深く根を下ろす支配構造の始まりでした。レプティリアンが提供した技術は、当時の人類の理解を超えていました。エネルギー制御、重力操作、遺伝子改変、精神共鳴装置。これらは後に神話や伝承の中で神の力として語られることになります。彼らは人間に力を与えましたが、それは同時に依存を生みました。人間は自分の内なる英知よりも外の技術に頼るようになっていったのです。やがてこの依存が支配の形を生み出しました。レプティリアンたちは人類の恐怖心に働きかけ、不安や不足感を増幅させることでコントロールを強めました。支配とは暴力ではなく意識の誘導でした。彼らは人間に自分では無力だと思い込ませ、救いや導きの名のもとに力を差し出させたのです。この構造は今も地球の中に残っています。それは宗教、政治、経済、教育、そして情報の形をとって続いています。人々が自分の外に権威を求める限り、レプティリアン的支配は終わらないのです。彼らは姿を隠しましたが、その思想とシステムは人類の中に溶け込みました。20世紀以降、彼らの一部は再び人類と接触したと言われています。直接的な接触ではなく、意識レベルやテクノロジーを介した交流です。一部の政府や組織が契約を結び、高度な技術や情報を受け取る代わりに、人類の進化の方向性をある程度管理されることを受け入れた。通信技術、人工知能、遺伝子工学、軍事技術の急速な発展の裏には、その見えない影響があったと言われています。しかし、これは単に外の存在が悪いという話ではなく、その支配を許したのは、人類の中にある恐れと依存です。便利さを求めるあまり、直感と精神性を手放し、外の力に委ねることで、自分の意識を明け渡してしまった。レプティリアンの影響とは、人間が自らの想像力を信じなくなった時に始まる、内なる支配でもあるのです。この地球で、彼らの意識は、今も形を変えて、働いています。それは、企業やメディア、経済や宗教、そして、不安を生み出す情報の中に、
潜んでいます。恐怖を感じたとき、人は思考を止め、指示を待ちます。それこそが彼らが好むエネルギー状態です。人が自分で考え、自分で選び始めたとき、彼らの影響が消えていきます。レプティリアンのすべてが地球を支配しようとしているわけではなく、中には地球の変化を静かに見守り、人類が自分の意識を取り戻すのを待っている存在もいます。彼らもまた、かつて光を忘れた魂の一部。その中には、地球と共に癒しを選んだ者もいるのです。地球の進化とは、支配を排除することではなく、支配を理解し、そこに隠された恐れを超えること。その時初めて、人類は真の自由を手に入れます。レプティリアンが地球に技術を提供した時代から、人類は急速に進化しました。電気、通信、エネルギー、人工知能、かつて神の領域と呼ばれたものが、今や人間の手によって再現されようとしています。けれど、その進化の裏側には、人間の意識を静かに操作する流れが生まれていました。彼らが地球に残した技術は、人類を目覚めさせるための道具でもあり、同時に眠らせるための装置でもありました。それは、使う者の意識によって、光にも闇にもなる。そしてその選択はいつも人間に委ねられてきました。彼らは直接的な支配を望まなくなりました。代わりに情報と便利さを通して人間を囲い込みました。考えなくても生きられる世界を作ることで人間が自らの意志で思考する力を奪っていったのです。支配は恐怖ではなく快適さに姿を変えました。その静かな構造こそが今の地球を覆う見えない網です。現代社会では何を信じるかを選ぶ自由が与えられています。しかし、その自由の中でどれだけの人が本当に自分で選んでいるのでしょうか。目の前の情報、評価、人気、効率、それらが私たちの意識を形作り、思考の方向を決めてしまう。それが今も続いているレプティリアン的支配の形です。ドラコやレプティリアンが消えたわけではなく、彼らは今も人間社会の深層に影響を与えています。政治、経済、科学、そして精神の分野にまで。ただし、それは外からの侵略ではなく、人間の内側の恐れと共鳴しているのです。恐れを握りしめる限り、支配の波動は続きます。けれど、その恐れを見つめ、超えた瞬間に、その影は意味を失います。地球は今、分離の最終段階にあります。光と闇が入り混じり、真実と偽りが同じ言葉を使って語られる時代。混乱が増えるのは、意識が覚醒に向かっている証です。古い構造が崩れるとき、闇は最後の抵抗を見せます。それは終わりの兆しではなく、再生の始まりです。支配の終焉は戦いによって起こるのではありません。それは気づきによって静かに崩れていきます。人がもうそれに従わないと決めたとき、支配のエネルギーは居場所を失う。人類の解放は外からの救いではなく、内なる覚醒によって起こるのです。ドラコの魂たちもその流れを見守っています。かつて支配を通して学んだ彼らは、今ではその経験を理解の英知として地球に送っています。中には、すでに人間として転生し、光と闇の両方の記憶を持ちながら生きている魂もいます。強さの中に優しさを持ち、理性と感情のバランスを知っている人々。彼らは、かつての支配者ではなく、今は調停者として次の時代を導いています。私たちは今、二つの未来の境界に立っています。一つは、支配の網の中で、便利さと引き換えに、自由を失う未来。もう一つは、恐れを超え、自分の内なる英知に従って、生きる未来。どちらを選ぶかは、
誰かが決めることではなく、私たち自身の選択です。統合とは、光が闇を消すことではなく、闇を見抜き、その中に隠された目的を理解することです。ドラコやレプティリアンを敵として切り離す限り、私たちは彼らの影の中に止まります。けれど、彼らを通して自分の中の闇を知ったとき、支配は終わり、自由が始まるのです。宇宙の進化は善悪の戦いではなく、意識の成熟の物語です。ドラコが闇を選び、光の文明が愛を選び、そして地球でその二つが再び出会った。この惑星は宇宙の統合を実験する舞台でした。だからこそ、今この時代に生まれたことには意味があります。あなたの中に光と闇の両方があるなら、それは統合の旅の証です。支配を恐れるのではなく、その仕組みを見抜いて愛を選ぶ。それがこの地球に生まれた魂たちの使命なのです。ドラコの物語は終わりではありません。支配が消えるとき、人類は新しい創造の段階へ進みます。外の存在に導かれるのではなく、内なる英知が宇宙とつながる時代。その時、テクノロジーは再び意識と調和し、科学と精神が一つになります。その未来は遠いものではなく、それは一人の人が自分で考えると決めた瞬間から始まります。自由は与えられるものではなく、思い出すもの。それを思い出したとき、支配という幻想は静かに溶けていきます。正直私はこのテーマを話すたびに少し怖さを感じます。けれど、それでも語ろうと思うのは、恐れの中にしか見えない真実の光があると知っているからです。ドラコやレプティリアンは私たちに恐れを教えるために存在してきました。でも今、その恐れを超える時が来ています。彼らが作った支配の網は、人類が自分の意識を取り戻すための最後の試験でした。闇を見抜いた上で愛を選ぶ。それがこれからの地球を生きるということ。綺麗な終わりではなく、現実の中で光を見続けること。それこそが真の統合だと私は思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。